私を誰だと思っていらっしゃいますの？心の準備なんてまったくできておりませんわ。客席を覗き見たらお腹が痛くなってきましたわ。あの皆様はすべてわざわざ時間を割いてお金を支払って私を見に来てくださったのですわね。ならお腹が痛くとも自信がなかろうとも不甲斐ないところを見せるわけには参りませんわ。ずーっと基礎レッスンばかりでしたわね。甘やかされて育ってきた私には地獄のような日々でしたわ。本当ですわね。歌って踊る、たったそれだけのことができるようになるまで半年。こんなに大変だなんて去年の私に教えたらきっと泣いてしまいますわ。先生、出会ってから今までお世話になりました。おじいさまから半年で私を学園一のアイドルにしろだなんて無茶なリクエストをされて達成できなければ先生はクビになってしまうというのに、肝心の私は学園最下位の劣等生でステージで歌うどころかレッスンにさえついていけず基礎体力づくりから始めるというありさまでしたわ。先生は焦る私をいつも優しくたしなめてくださいましたわ。無理して急ぐ必要はないと。無茶なリクエストは無視しましょうと。学園一のアイドルではなく立派なアイドルを目指せばよいと。そして先生の解雇を懸念する私に、あなたを立派なアイドルに育てるまでクビになるつもりはない、常々そうおっしゃって、この教え子を安心させてくださいました。最初から半年でクビになるお覚悟だったのでしょ。半年で私を立派なアイドルに育てきるおつもりだったのでしょ。クビを覚悟でおじいさまのリクエストを無視し、ずっと私のために堅実で穏やかなプロデュースを続けてくださった私、お見通しですのよ。なぜそんなことを？おじいさまのお怒りに触れれば先生の今後にも差し障りがあるかもしれませんのに。当然のことですでしょ。そうおっしゃると思いましたわ。先生、私とっても怒っておりますのよ。だって担当アイドルのことちっとも分かっていらっしゃらないのですもの。この私が先生なしでこの先アイドル活動をやれるわけがありませんわ。実は私、わがままお嬢様なんですのよ。先生が私のプロデューサーじゃなくなるなんて嫌ですわ。ですからこの私が絶対にクビになんてさせません。このライブでおじいさまに見せつけてやりますわ。先生のプロデューサーとしての実力と成果を。見ていてくださいませ。